私は国内最高の心臓移植外科医、ドクター・イブリン・リードである。緊急手術のため、海外での研究奨学金プログラムを中断し、一刻も早く帰国するために飛行機に飛び乗った。しかし、空港の駐車場に足を踏み入れた瞬間、大勢の女性たちに待ち伏せされ、不倫所を恥ずかしめて結婚を守れと書かれた巨大な横断幕を押し付けられた。彼女たちは私をシリガル女家庭を壊す女と叫び、そして私の右手黄金の右手を折った。リーダー格の女は、ハイヒールのきびすで私の方を踏みつけ、毒を含んだ声で囁いた。この焦がしいメスギツネめ。私の大富豪の夫を誘惑できると思ったの？お前の手足を一生使えなくして、二度と男に股を開けなくしてやる。そう言うと、彼女はバットを振り回し、私の左手も粉々に打ち砕いた。彼女が知らなかったのは、そのたった今彼女に破壊されたこの私の手こそが、世界で唯一、彼女の夫の命を救える手だったということだ。1、地下駐車場に入ったとき、最初に目に入ったのは、不倫所を恥ずかしめて結婚を守れという横断幕だった。それを掲げている女明らかに主犯格だわ。泣きながらライブ配信をしている最中だった。皆さん彼女は苦痛に満ちた声でおえつした。私、妊娠していることが分かったばかりなのに、夫に愛人がいるの。それもただの愛人じゃない。ズオドリジシクも2人の密着写真を私に送りつけてきたの。声を詰まらせながら彼女のせいで夫は私に人生から出て行け、何も持たずに二度と戻るなと言ったの？と続けた。もう耐えられない。と彼女は泣き叫んだ。死にたい。彼女は近くの車に突進するような仕草を見せたが、側にいた友人たちがすぐに引き止め、彼女たちの顔は正義の怒りに満ちていた。なぜあなたが死ななきゃいけないの？死ぬべきなのは、本妻の前でずうずうしく振る舞うあの家庭破壊者でしょ。怖がらないで、イザベル。私たちはみんなあなたの味方よ。あの女に仕返ししてやる。女たちは卑劣な脅し文句を浴びせかけ、次から次へと下品な言葉を吐いた。私は眉を潜め、一瞬好奇心が湧いたが、緊急手術が待っている。行かねばならない。自分の迎えの車のレーン番号を探していると、その集団全体が突然私に向かって押し寄せてきた。いた。ついにこの陰媒を見つけた。これがマシューが頻繁に海外に飛んでいた理由か。外国に愛人を隠してたんだな。きっと手術にすり寄るために慌てて戻ってきたんだろう。哀れなやつめ。バシ。何が起こっているのか理解する間もなく、頬に鋭い痛みが走った。女イザベルは私の髪をつかみ、容赦なく平手打ちを繰り返し始めた。この陰媒め。ついに捕まえたわ。彼女は私を地面に引きずり倒し、私の診療記録がコンクリートの上に散乱した。友人たちは彼女を煽った。やっつけろ、イザベル。犬畜梅を殺してしまえ。他人の夫を誘惑したんだ。8つ先にされるのが当然だ。ようやく理解した。私は彼女たちが言っている愛人なのだ。しかし、そんなはずがない。私の生活は研究室と手術室の往復で、男性と握手する暇もほとんどないのに、ましてや家庭を壊す愛人になることなど。怒りがこみ上げてきた。私はイザベルの拘束から必死でもがき、私は愛人なんかじゃない。間違えてると叫んだ。2、私の言葉は、イザベルが取りつかれたように私の頭を何度も地面に打ちつけたことで遮られた。見物人の群衆が集まり、その囁きは毒を含んだブンブンという音だった。不倫女はどんな目にあっても当然だ。でも、とても清楚で品が良さそうに見えるのに。なぜあんな女が愛人を選ぶんだ？騙されないで。全部演技よ。
中身は計算高い陰媒で、金持ちの男に寄生しようと虎視眈々なんだ。世界が回り、声が迫ってくる。吐き気を催した。やめて。私は声を枯らして叫んだ。私はあなたたちが思っている人間じゃない。あなたたちのしてることは違法だ。私の抗議は彼女たちの怒りにさらに油を注いだ。それは犯行とみなされ、彼女たちの殴打はさらに激しくなった。視界がぼやけ始め、髪は血の温かく粘ついた感触でまとわりついた。ついにイザベルは少しだけ力を緩め、私を見下ろして嘲笑した。私の夫があなたたちの密着写真を自ら送りつけてきたのよ。まだ愛人じゃないなんて言うつもり？彼女はライブ配信の視聴者に見せるようにスマートフォンを掲げた。画面には白衣を着た私が億万長者のマシュー・フラナガン氏に寄りかかり、手を彼の唇に優しく置いている写真が映し出されていた。写真はフィルター加工され、切り取られて、誘惑的な親密さを醸し出すイメージに仕上げられていた。究極の征服フェティッシュの妄想そのものだ。ライブ配信のチャットは沸き立った。なんてこと、彼女の夫めっちゃイケメン。道理でこの陰媒がつきまとうわけだ。死ねばいい。ポーズの取り方を見れば、彼女がプロだってわかるよ。完全なクズだ。胸が彼の顔に当たってるじゃない。まだ否定するの？イザベル、あの狐の尾を引き裂いちゃいなよ。1週間前、マシュー・フラナガン氏は私に連絡を取り、心臓移植の執刀を懇願した。彼は先天性の心臓疾患を患い、適合するドナーを探し続けてきた。ようやく見つけたものの、最近の検査で心臓の危険な近くに複雑な腫瘍が成長していることが判明した。それを切除し移植を行う手術には、この国で私だけが持つレベルの技術が必要だった。私を見つけたとき、マシューは有頂天だった。彼は自分の命を救ってくれるなら、将来のすべての研究プロジェクトを資金提供すると約束し、生涯の経済的保障を約束した。私はこの責任を重く受け止め、彼の手術のために自分の能力を最高の状態に持っていくため、最後の国際学会にも出席するために海外に飛んだのだ。手術は本日午後1時に予定されていた。今、とんでもなく加工された写真のせいで、私は駐車場で殴打されている。時計を見ると、もう10時だった。その写真はフラナガン氏の聴診検査中に撮影されたものです。私は切迫した口調で説明した。その場には数人が同席していました。あなたが考えているようなものじゃない。彼の手術は今日の午後1時です。私は執刀医です。今すぐ私を話してください。この手術が遅れれば、誰もその結果に耐えられません。私の真剣な口調に、イザベルは一瞬躊躇した。道理がわかるかと思った瞬間、彼女の友人の一人が近づいて囁いた。彼女の言うことを信じちゃダメよ。ただ逃げようとしてるだけ。話した瞬間、あなたの夫のところに走って行って、被害者ブルに決まってる。別の友人やが口を挟んだ。考えてみてよ、イザベル。この国で最高の外科医が30歳にも満たない女だと思う？それに、もし彼女がそんなに重要なら、施設者と護衛を手配してるはずでしょ？だって彼、大富豪なんだよ。マシューは施設車を手配すると申し出てくれたが、私は断った。私はいつも仕事に集中しており、富の象徴には興味がなかった。空港から病院までの1時間、文明社会での移動一体何が起こるというのか？まさかドラマのような出来事が自分を破滅させるとは想像もしていなかった。私は説明しようとしたが、イザベルはもう聞く耳を持たなかった。私を騙そうとするのはやめて。もう誰がそんなものに騙されるもんですか？
私の夫は世界有数の大富豪なんだから、彼に近づこうとする人間は山ほどいる。彼の好意を断る人間なんていない。彼女は身を乗り出し、軽蔑に満ちた声で言った。フラナガン氏？聴診検査？数人が同席？それぞれの言葉に合わせて、彼女は私の顔を強く平手打ちした。厚かましい小娘め。本当になんてったって、海外から帰ったばかりだもの。とっても洗練されてて、とってもオープンなんだね。仮想遊びが好きなの？彼女は嘲笑した。ちょっとしたコスプレ趣味？今日はたっぷり遊んでやるわ。彼女の合図で友人たちは私を彼女たちのワゴン車の方へ引きずっていった。私は軽い脳震盪を起こしており、体は痛みのるつぼだった。抵抗する力もなかった。群衆の中に仲裁に入ろうとする者もいた。たとえ彼女が愛人だとしても、これは法律違反だ。彼女にしたことを見てみろ。イザベルはその若い女性を睨みつけた。あんたね、その年でデザイナーブランドをずらりと揃えてるじゃない。きっと寝て稼いだんだろうな。陰媒が陰媒を守るなんて。黙ってないと誰かがあんたにもお仕置きをしたくなるわよ。その女性は泣き出し後ずさった。他には誰も口を挟む者はいなかった。突然、地面に落ちていた私の携帯電話が鳴り出した。イザベルはそれをひったくった。発信者にはデイビスと表示されている。彼女の顔は怒りで歪んだ。彼女が電話に出ると、マシューのアシスタントの慌てた声が聞こえた。リード先生、どこにいらっしゃるんですか？フラナガン氏の容体が急速に悪化しています。至急お越しください。彼が言い終わる前に、イザベルは叫び声を上げ、携帯電話を地面に叩きつけて粉々にした。ああ、素敵だわ。私は妻なのにちょっとした処置だって側にいてはくれないのに、愛人の女は特別に呼びつけて側に侍らせてるんだ。私、彼の子供を妊娠してるのよ。あんたに何があるっていうの？怒りが頂点に達したイザベルはワゴン車の後部に飛び乗り、ロープを手にした。私は恐怖で目を見開いた。この手は今日の午後、マシューの命を救うはずの手なのだ。触らないで。私は叫んだ。私の恐怖はむしろ彼女を喜ばせているようだった。友人たちが私を抑え込み、イザベルは私の手首にロープを巻きつけ、残忍に強く引っ張った。手に焼けつくような痛みが走り、本能が働いた。外科医にとって手は命そのものだ。アドレナリンが吹き出し、私は足を蹴り上げ、膝をイザベルの脇腹に強く打ちつけた。車内は狭かった。彼女は痛みで叫んだ。うわ、痛い。彼女の友人たちはパニックになり、すぐに私を離してイザベルの世話を始めた。チャンスと見て、私は這うようにしてワゴン車から這い出し、走り出した。しかし、数メートルも行かないうちに、何かがものすごい力で私の背中に激突した。彼女たちはワゴン車で私を引いたのだ。骨の折れる音がし、口の中に鉄の味が広がった。息をするのも痛みだった。誰かが私の髪をつかみ、車両内に引きずり戻された。4. バシ。もう一発、私の顔に打撃が加えられた。イザベルは顔面蒼白で、お腹を押さえ、苦痛と怒りで顔を歪めていた。この小娘が、役立たずのクズが、私を蹴るなんてよくもやってくれたな。生まれてこなければよかったと思わせてやる。彼女が妊娠していることは知っていたので、私は腹部ではなく脇腹を狙い、力を抜いていた。しかし彼女の頭の中では、私が彼女の子を殺して取って代わろうとしているのだ。彼女は狂ったように私を蹴り、殴りつけた。私は意識が遠のき、息も絶え絶えだった。
すると、彼女はどこからか長くて太い鋼の針を取り出した。その先端が薄暗い光の中できらめき、冷たい恐怖が私を襲った。あなたを蹴ったのは私は息を切らせていった。まだお腹は出てない3、4ヶ月の胎児は不安定です。今すぐ病院に行く必要が。イザベルはただ笑った。恐ろしい、喜びのない笑い声だった。私の心配はしなくていいわ。彼女は身を乗り出し、悪意に輝く目で言った。あなたの手は大切なんでしょ？だったら、それを破壊してやる。やめて。私は必死で懇願し、声は詰まっていた。お願いです。私は私立総合病院の外科医です。電話して確認できます。私はマシュー・フラナガンの愛人なんかじゃない。誓います。彼に電話するだけで私が嘘をついてないとわかります。外科医になる道のりは過酷だった。数えきれない夜を研究室で過ごし、夜明けまでデータと向き合った。他の人たちがデートや旅行を楽しんでいる間、私は実験用ラットと解剖図と共にいた。8年間人生で最も良いはずの青春時代を、この地点に到達するために捧げてきた。その犠牲は計り知れない。メスを握る能力をこんな形で失うわけにはいかない。それでも怒りが収まらないなら、どうかこの針を私の足に、あるいは顔に刺してください。構いません。ただお願いです。手だけはお願いします。もし動くことができれば、ひざまずいて懇願しただろう。イザベルは嘲笑した。私が悪者のように言わないでよ。あなたは私の子供を殺そうとしたんだから。太ももに針を刺したくらいで反省すると思う？そう言うと、彼女は私の手を押さえつけ、鋼の針を手のひらの真ん中にまっすぐ突き刺した。うわー。絶叫が喉をついた。それは純粋な、偽りのない苦痛の声だった。全身が痙攣した。金属の周りに血がにじみ出て、涙で視界がぼやけた。針は私の魂そのものを貫き、絶望の種を植え付けられたように感じた。8年間。人生に8年がいくつあるというのか。私の信念、忍耐、未来への希望すべてが一本の鋼の針によって断ち切られた。この手は、長く輝かしいキャリアを終えた後、手術台の上でその役目を終えるはずだった。汚いワゴン車の中で破壊されるためではない。口元から血が滴り落ちた。痛みはあまりにも大きく、鈍い、遠くの鼓動のようになった。脳はシャットダウンし、自己防衛の霧に包まれた。私がもう叫ばず、ただ傷ついた手を抱えて静かに泣いているのを見て、友人たちの一人が不安になった。イザベルもし彼女を殺しちゃったらどうするの？イザベルの目に残酷な光が揺れた。何を怖がってるの？手に穴が開いたくらいで死んだ人なんて見たことないわ。彼女は私を押した。仮病はやめて。そんなちょっとした傷は治るんだから大げさに騒がないで。間もなく彼女たちは高級ホテルに到着した。イザベルは明らかにその場所に詳しく、最上階のプレシデンシャルスイートのキーカードを手に入れ、友人たちは私を中に引きずり込んだ。ユニフォーム妄想がお好きなんでしょ？今日はたっぷり堪能してもらうわ。彼女はライブ配信に宣言した。みんなご褒美をあげるわ。この陰梅に私たちのためにショーをさせてみない？私はぐったりと床に横たわり、最後の力を振り絞って最後の警告を発した。あなたは法律を破り続けている。これがどう終わるか1秒でも考えたことがありますか？マシュー・フラナガンはまだ私が手術するのを待っています。今私を解放してくれたら、まだ別のチームを指導して手術を行うことができます。成功の可能性はまだ十分にあります。その時でさえ、医者である私は患者のことを心配していた。
イザベルは冷たく鋭い笑い声を上げた。もしあなたが医者なら、逆さまで自分の糞を食べてやるわ。高尚なプロフェッショナルぶるのはやめて、この陰媒が。自分をよく見てなさいよ。彼女の友人たちは、安っぽくて露出の多いランジェリーや衣装を抱えて戻ってきた。私が着るのを拒否すると、彼女たちは群がり、私の服を引き裂いた。傷ついた手は無力だった。彼女たちが私のブラウスを引き裂き、恥ずかしい衣装に次々と着せ替える間、私の肌には血が塗られた。ライブ配信の視聴者数は数十万に急増した。うわ、言いたいしてるな。道理で億万長者が惚れるわけだ。これが愛人の扱い方だ。奴らには羞恥心なんてない。これでみんなに哀れな娼婦がどんなものかわかるだろう。これでまた男を誘惑できるかどうか見ものだ。コメント欄の騎士様方、この女があなたの夫に近づいてきたらどう思いますか？卑劣なコメントは第二の襲撃であり、肉体的なものに匹敵する心理的拷問だった。私は舌を噛み切りそうにして、その鋭い痛みで完全に崩壊するのをどうにか防いだ。彼女たちが私に恥ずかしいポーズを取らせようとしたとき、イザベルの携帯電話が鳴った。彼女は発信者を一別し、怒りに満ちていた顔は一瞬で柔らかく控えめな表情に変わった。彼女は私に勝ち誇った嘲笑を浮かべ、挑発的にスピーカーに切り替えた。彼女が一言も言う間もなく、マシュー・フラナガンの怒りのこもった声が電話から爆発した。お前、空港から女性を拉致したんじゃないだろうな。イザベルは固まり、怒りが即座に目に戻った。誰も拉致なんかしてないわ、彼女はピシャリと言った。ただ、家庭を壊す女に教えを説いてただけよ。電話の向こうで一瞬の沈黙があり、続いて激怒の波が押し寄せた。彼女を解放しろ。今すぐだ。向かっている。もし彼女に何かしていたら、神に誓って、お前は死ぬと思うがいい。どさ。電話はイザベルの手から滑り落ちた。彼女はよろめき、立っているのもやっとだった。彼女はマシューをよく知っているので、彼が決して空脅しをしないことを理解していた。友人たちは慌てた様子で顔を見合わせ、私から手を離した。イザベル、どうしたの？一人の友人が汗をにじませながら囁いた。なぜ彼、そんなに怒ってるの？イザベルはその女性の顔を平手打ちした。私にわかるわけないでしょ？彼女は私に向き直り、目は新たな恐ろしい狂気に満ちていた。まだ彼の愛人じゃないっていうの？マシューが誰かをあんなに心配する声を聞いたことないわ。彼女は完全に正気を失っていた。彼女は私をさらに数回平手打ちし、近くのテーブルから果物ナイフを手に取った。何をする気？正気なの？私は後ずさりしたが、無駄だった。もう力は残っていない。友人たちはパニックになり始めていた。イザベル、これ以上やったら本当に人殺しになっちゃうよ。バカじゃないの、イザベルは言い返した。彼女を殺して刑務所に行く気はないわ。ただ、あの綺麗な顔を台無しにしてやるだけ。これでどうやってマシューを誘惑するか見ものだわ。彼女は自信を取り戻した。それに、彼が私を死なせるわけがない。私には彼の子供がいるんだ。彼自身の血肉よ。彼女の言葉は友人たちに残っていた疑念を消し去ったようだった。間接的な残酷さへの興奮のきらめきが彼女たちの目に灯った。彼女たちは私を床に押さえつけた。冷たく鋭い痛みが頬を走り、皮膚を歯が引き裂いた。血がにじみ出て、視界をシンクの霞で満たした。私の心は灰と化した。涙が流れ落ち、血と混ざり合った。これでもう他の男を誘惑できるかどうかだな。イザベルは手を叩き、深い満足感に満ちた表情を浮かべた。
ちょうどその時、フロントから連絡があった。マシュー・フラナガンが登ってくるという、しかも激怒していると。胎児が盾になるという考えは、突然それほど安心できるものではなくなった。彼女たちの顔にはパニックが広がった。イザベルの頭は必死に回転した。彼女を隠せ彼女は命じた。彼には彼女はここにいないというの。